技術屋が使う人のことを考えたとき、そのイヤホンは最強になる。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。お待たせしました。今日は、アフルパフォーマー8の発売日、というわけで、最速でレビューをお届けするぞ。パフォーマーと、アフルの名前に、聞き覚えのある人は多いはず。3万円以下の入門用ハイエンドとして、人気を得た、パフォーマー5というハイブリッドイヤホンは、堅実かつ深みのある音で人気を博した。初めて聞いた時には、ぶっちゃけ地味、という印象が先行するイヤホンなんだけど、聞き込めば聞き込むほど職人芸のような細やかさが聞こえてくる、実に奥の深いイヤホンだったな。アフルは新技術を、このオーソドックスな音色のイヤホンに複数投入し、一見の派手な個性ではなく、噛めば噛むほど味がするイヤホンとして仕上げてきたんだ。実際、現在でもパフォーマー5はよく愛用されていて、オーソドックスかつ深みのある5ドライバーハイブリッドとして多くの人に愛されているぞ。で、今回、アフルは、よりドライバーを増やし、音導管の長さを2倍にし、パフォーマー5よりさらに複雑で上質な、パフォーマー8を投入してきたわけだ。アフルのイヤホンはいくつもの独自かつ複雑な要素で構成されているんだけど、そこら辺のテクノロジー関係に関しては、公式が語ってくれる。このチャンネルが重視するのは、直感的な感想のみだ。で、直感に従った結果、アフルパフォーマー8とパフォーマー5を聞き比べて、パフォーマー8を愛用することにした。なんだよ新しいもの好きかよと思うなかれ、8は5の良さを継承しつつ、5の地味だった部分が全て華やかなサウンドに変化している。パフォーマー5は、5ドライバーらしい、音色がスクラムを組んでくるような、どちらかというと、スローな曲が得意なイヤホンだった。高音域は十分に出ているものの、金属らしい華やかさやキレは少なく、マイルドな印象だった。ボーカルは特筆すべきポイントで、量感があり、しっかりと重みがあった。低音域は力強いが、引き締まりやキレは少なく、全体に重みのある音色だった。この高音域の柔らかさや、低音域の引き締まりよりも重量感重視のサウンドから、地味かつ堅実なサウンドのイヤホン、という第一印象が生み出された。もちろん、それは聞き込むほどに、スルメのように味の出るイヤホンである、ということを同時に示す。ただ、最初の主張で良さが全てわかるとは、ちょっと言いにくい感じのイヤホンだったのも事実だ。後から愛着がどんどん増していくタイプだな。また、この緊張感、地味さの大きな要因として、これらの要素が形成する、空間の狭さがあった。決して自然でないレベルに狭まっているわけではないんだけど、どことなく狭い空間で音が響いているような印象があったんだ。これは音導管を採用したパフォーマー5の特性なのかなという印象に勝手になっていて、別に弱点というほどでもないので、パフォーマー5の無理やり音場感を広げている感じじゃない、堅実さの印象付けの一要素になっていたんだけど、それじゃあ、パフォーマー8はどうかというと、高音域はきらびやかかつ反応が良いものに、中音域は引き続き、ボーカルに厚みがあるものの、全体にスピード感が増し、ハキハキとした音色に、低音域は若干パフォーマー5に比べて、包み込むような量感が落ちたものの、全体に引き締まりがあり、スピード感にも対応できる、明るいイヤホンに大幅に変化した。また、この2要素のおかげで、空間は劇的に広くなり、派手、開放感、キレ、明瞭さ、楽しさなど、パフォーマー5で抑制的だった要素が一気に動き出した。それでいて、パフォーマー5と同様に聞き込めば聞き込むほど、ちゃんと各音色が出ていることがわかるので、パフォーマー5より派手になったのに、基礎の仕事がしっかりした、両取りのイヤホンに変化したんだ。パフォーマー8と5は、基本的にはアップデートの関係にあって、パフォーマー8の方がよりわかりやすいサウンドだ。感触にシフトしたわけではないんだけど、全体に、音色のキレが引き上がっていて、より澄んだ感触感を感じるバランスになっている。ちょっとした高音の余韻など、細やかな部分で、明らかにパフォーマー5よりメリハリに優れ、また、金属音などの突き抜けるような響きも、より明確かつ正確に再現されているぞ。パフォーマー5と8は、同じ特許技術を採用されているものの、低音を担当するダイナミックドライバーが 10mm から 8mm に変更になったりと、かなり異なるイヤホンになっている。8mm のダイナミックドライバーは、十分な低音域を提供するんだけど、それでも、サブベースなんかの沈み込みでは、10mm の方が本来有利。ただ、そこは音導管の改良によって、ドライバーの小ささを感じさせないアシストが入っていて、パフォーマー8は、5に全く劣らない濃厚な低音域を提供できるぞ。付属品はちょっとずつ違っているものの、一般的には同じ。この価格帯のイヤホンを購入する人は、基本的にはバランス接続での運用を望むと思うんだけど、1点だけ、パフォーマー8に不満があるのは、付属ケーブルの端子設定だ。パフォーマー8は、いわゆる中華2ピン、あるいは、非埋ゴミ型2ピンの端子を採用しているんだけど、問題はプラグ側、ス
テレオミニプラグは、3.5mm アンバランスのみの設定。この価格帯のイヤホンだったら、4.4mm や 2.5mm バランスの設定は必要なんじゃないかな。逆に言うと、不満はそのくらいしかない。フェイスプレートは若干模様が変更になったものの、やはり美しく、付属のイヤーピースも十分に多めにセットされてる。ケースも地味に5よりアップグレードされてるけど、基本的に付属する内容は変化なしだ。パフォーマー8は、5と同様の技術を、より発展改良されて搭載するんだけど、細かな技術的説明は、公式サイトの方を見てもろて。最終的に、ハウジングの形状は同様にまとめられていて、装着感の評価も良かった5のものを引き継ぐ、8ドライバで装着感が良いのはかなり重要なので、ここを重視している人も多いんじゃないかな。装着感は非常に良好、遮音性も良好だ。5よりも価格は上がってしまったけど、相変わらず優秀な持ち出しイヤホンと言えると思うな。さて、ここまでで絶賛してるパフォーマー8なんだけど、発売価格が公開されてなかった。ぶっちゃけ、最初は7万円クラス、と予想していた。だけど、これは音質に基づいた印象な。パフォーマー5も、予想よりお買い得だったように、アフルはコスパに配慮してる。パフォーマー8の Amazon での価格は、現在5万円程度、決して、手の届かない価格ではない。5万円クラスにはライバルは多く存在するんだけど、個人的に、8ドライバでこの完成度のライバルって、この価格帯にはいない気がするな。現在、似たようなシェルデザインで5万円以下というと、ヤニンカノンもおすすめなんだけど、スイッチで設定を好みに寄せられるカノンに対し、スイッチを備えないパフォーマー8は、その代わりに5つの設定で完璧を目指した感じ。空間表現はカノン並みに広く、低音表現はカノンより太め、高音は、より BA 数が少なくてバキバキに硬く表現できるカノンに対し、パフォーマー8は、刺さりにくさとキレのバランスをうまくとってる感じだ。どっちが好み、とはなかなか言いづらいと思うけど、パフォーマー8は、間違いなくこの価格帯トップクラスのイヤホンだと思うな。音色を分解していこうか。何度か言っている通り、パフォーマー8は、非常に澄んだ、向上した高音域、5譲りの厚みと、より切れ味の上がったボーカル、そして、引き締まり重視にシフトした低音域と、それらを組み合わせた、非常に広い空間表現で構成されている。パフォーマー5よりも、全体にハイブリッドらしい改造感が加わったサウンドだ。全体にソリッドな表現ができるように改良されていて、この音形は、全音域にわたっている。高音域は特に金属音が明瞭に表現できるようになり、中音域は呼吸音まではっきりと聞こえる。低音域は変化に好みが分かれるけど、より重厚でスローだったパフォーマー5から、反応が良くなり、ドライになった8という変化だな。基本的に、パフォーマー5に、もう少しのキレとスピードを求めていた人は、パフォーマー8の虜になるだろう。また、ヤニンカノンにもう少しの低音域の太さを求めていた人も、パフォーマー8はきっと裏切らないだろうな。さて、同様のものを他社が作ったら、もっとお値段が上がりそうなところを、なんとか約5万円に押し込めたパフォーマー8なんだけど、これを手に取った時に、あなたは思うはずだ。1万円以下で買えて、音同感を採用している、CCA-HM20 となんか違うのかHM20 とパフォーマー8の違いは、金属音の表現、中音域の明瞭さ、そして低音域の引き締まりだ。全体的に改造感とスピード感でパフォーマー8が優れる。似たようにキレや明瞭感を重視するなら、兄弟機の KZZAX も約1万円で買えてしまうんだけど、ZAX には開放感の代わりに、高音域にあらがあるんだけど、パフォーマー8にはそれが一切なし。それがこの価格の違いだな。全体を聞いたとき、脚色感はあるんだけど、細かな音の成分に、潰れや違和感のある変化を感じないんだ。なので、パフォーマー8は、価格にふさわしい差を提供できてると思う。5万円という価格に見合った価値がしっかりとある、8ドライバの終作モデルだ。そういや我が家には、パフォーマー8よりも高価な8ドライバハイブリッドがある、スセンズマンジヤードトップというイヤホンなんだけど、そちらとも比較してみようか。マンジヤードトップは、ベリリウムメッキダイナミックドライバを採用した、ハイブリッド型イヤホンで、パフォーマー8よりも暖色、かつ、沈み込む低音域を持っている。この2台は、もう好みで選んでもらうしかない。どっちも聞いた時に完璧だな、と感じる。生じる差は、より空間表現が広く、よりソリッドなパフォーマー8か、それともウォーム感もこなせ、低音の沈み込みがより強く、そして十分な空間表現を誇る、マンジヤードトップを選ぶか、遠いだけだ。どっちも併用するくらいには好きなので、あとは好みだと思うな。両方8ドライバなのに、すごく装着感が良いことも伝えておきたい。というわけで、はっきりとした音のキレと、パフォーマー5譲りの丁寧さ、そして、より複雑になった内部構造と、相変わらずコストを意識した価格設定。
パフォーマー5と異なり、一丁で鮮やかな楽しさのあるパフォーマー8のサウンドは、明らかにパフォーマー5よりも多くの人を虜にするだろう。おすすめか？もちろんおすすめだ。とはいえ、パフォーマー5は特に安価なイヤホンなので、今からパフォーマー5を購入するのもやぶさかではない。ただ、覚えといてくれ。価格の制限がないのなら、パフォーマー8をおすすめするぞ。おすすめだ。と、いったところで今回はここまで、フルどんどん自分に対する要求が上がってる気がする。